どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。実は Twitter、Instagram、TikTok と活動の幅を広げております。概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。というわけで今回なんですけれども、東宝が誇るゴジラシリーズ最新作のゴジラ -1 の予告編が公開されたので、ちょっと話をしていこうと思います。アルキメデスの対戦、永遠のゼロなどの山崎隆監督によって制作されているゴジラ -1 は、これまでのゴジラシリーズとは繋がらないスタンドアロン作品であり、1954年に公開された初代ゴジラよりもさらに以前の1945年頃から1947年頃が時代設定とされていて、ゴジラシリーズでは初の初代ゴジラより以前に起こった出来事を描く作品として大きな話題になっているんですよね。先立って公開された特報映像の中では、尻尾によって破壊される街の荒廃に巻き込まれる人々、廃墟と化した街、巨大なゴジラの足から逃げる群衆、ゴジラによって弾き飛ばされたと思われる電車の車両、屋上で写真を撮影する記者たちがビルの崩落に巻き込まれる、おそらく電車に噛みつこうとしているゴジラなど、多くの印象的な場面を映し出してくれているんですが、まだ物語の全容はつかめていなかったんですよね。全く情報が公開されてきていなかったゴジラ -1 なんですが、先日大きな動きがあり、ゴジラ -1 の X の公式アカウントが9月4日の14時45分に YouTube にて最新予告編を公開すると発表したんですよね。その発表に合わせて添付されていた予告編のティーザーと思われる映像には、ゴジラと米海軍が戦闘していたことを匂わせる海図の情報や、日本の首相宛てにアメリカの諜報機関が、我が国の諜報機関は現在同盟国の部隊と連携を強めている。日本列島の南方から高速で向かってくる巨大な水生生物の存在を確認したからだという文章を発信していることを示す情報が盛り込まれており、南方の海からゴジラは出現してやってくるということを示唆するがごとく、背びれを上下させながら海中を泳いでいるゴジラの姿を映すなど、とても印象的な場面が登場しており、かなり期待できる内容になっていました。そしてとうとう予告編が公開されまして、それがとんでもないクオリティになっていましたね。前回の動画では艦艇の下をくぐり抜けるゴジラや相模湾の進路図面や被害状況などの説明のシーンや放射熱線のシーンの考察や解説をしたんですが、今回はその後のシーンのお話をしていこうと思います。予告編の中で印象的な場面はいくつか存在しているんですが、後半の場面でかなり強烈なシーンは、やはりこの船舶が爆発炎上しながら宙を舞い、港の建物に激突するシーンではないでしょうか。このシーンの舞台は明かされていないんですが、東京ではないことはわかりますよね。そして多くの人がこのシーンの考察をしている中で、港の特徴や建物のデザインなどから、このシーンに登場しているのは横須賀であるとしているんですよね。横須賀には軍港があることからも登場することは理にかなっているんですが、あのシーンは本編の中の一体どのあたりのシーンなんでしょうか。船が爆発炎上しながら建物に激突しているのにもかかわらず、周囲には作業をしている人間や立っている人間も多く見受けられるので、この場面はすでにゴジラが東京を襲撃した後であり、その存在が人々に認知された後で、作戦行動のために準備している人々なので、ゴジラの襲撃に対してもあまりパニックにならずに自分の仕事をこなそうとしているといった感じでしょうか。しかしこのシーンの迫力は単純にすごいですね。ハリウッド映画ではこういったシーンは演出されているのはよく見ますが、邦画であそこまでの迫力のある場面が演出できるというのはちょっと嬉しくなりましたね。前半部分のゴジラの尻尾で人々が街ごとをなぎ払われるシーンもかなりの大迫力でしたよね。あの部分を見るだけで、この映画が明らかにこれまでのゴジラ映画とは違うということが明白になりましたし、ゴジラが歩いた衝撃で地面がえぐれて人間の体が宙を舞うという演出のシーンも見ていて恐怖を覚えるレベルだったので、今作のアクションシークエンスはかなり期待できると思いますね。ちょっと話が脱線してしまったのですが、あの港が横須賀だとして、今作の中ではどういった役目を果たすシーンなのか非常に気になりますね。前回の動画で話したんですが、ゴジラは東京中心部である日比谷、銀座、霞が関一帯などを壊滅させた後に相模湾に向かい潜伏していることが示唆されているんですよね。
そうなってくると想定できるのは、横須賀を拠点に相模湾における大規模なゴジラ討伐のための軍事作戦が決行されるんではないかってことなんですよね。山田裕貴さん演じる副員兵の水島四郎が海上で何か作業しているシーンや、佐々木蔵之介さん演じる秋津誠二と吉岡秀隆さん演じる野田健二が艦艇の上で叫んでいる場面などがありましたしね。ゴジラと人間の最後の戦いはやはり相模湾で実施されるのかもしれませんね。続いて神木隆之介さん演じる主人公の敷島が怪我をした状態で横たわりながら何かを睨んでいるシーンですね。このシーンにはナレーションで敷島がその怪物は許しちゃくれないと話している音声が含まれているんですが、その怪物というのはゴジラのことなのは明白ですよね。しかし許しちゃくれないとは一体どういうことなんでしょうか。ゴジラに対して人間は一体何をしてしまったんでしょうか。敷島は第二次大戦中は日本海軍の部隊の第601海軍航空隊に所属し、マリアナ沖、硫黄列島などでの大規模な戦闘に参加していたことが示唆されております。今回のゴジラは日本の南方の海から接近してくることは明かされており、敷島が参戦していた戦闘の行われた地域も含まれているので、この辺は関連してくると思うんですよね。根拠はないんですが、ゴジラを怒らせるのって相当なことだと思うんですよね。通常兵器ではダメージを負うこともない強靭な皮膚を持っているので、第二次大戦時の艦砲射撃などの攻撃ではダメージを負うことはない気がするんですよね。敷島は果たして何のことを言っているのか非常に気になりますね。最後になりますが、黒煙と粉塵が舞う中で皮膚が焼けただれたゴジラが咆哮するシーンですね。ゴジラのビジュアルと初代ゴジラの鳴き声を引用したと思われる咆哮がとても痺れるいいシーンなんですが、このゴジラの皮膚が焼けただれている理由は一体何なんでしょうか。あの黒煙と粉塵の量からしてただの爆発ではないですよね。単純に考えたらゴジラのテーマである核兵器によるダメージだと思うんですけど、もしかしてあれはゴジラ誕生の瞬間を描いたものなんでしょうか。時代設定的にゴジラが核の影響を受けるとしたら1946年から実施されているクロスロード作戦なんですが、あのシーンはクロスロード作戦に巻き込まれたものなんでしょうか。でもちょっとあの爆発の感じが実験内容と相違があるんですよね。2度実施されている核兵器実験ですが、1発は水中、もう1発は空中で爆発させているので、ああいった黒煙と粉塵が舞う感じにはならないんではと個人的には思うんですよね。だとしたらあのシーンは一体何なんだって感じですよね。これはもう本編を見るまでのお楽しみですかね。ゴジラ -1 は予告編の第2弾も控えていると思うので、次回の予告編ではもう少し詳しい情報が明らかにされてくると思います。謎が謎を呼ぶ今作ですが、劇場公開が本当に楽しみですね。大ちゃんの映画部屋ではゴジラ -1 をこれからも全力で推していこうと思います。また面白い情報が入り次第動画にしますね。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。